今日はですね、まみちゃんと一緒にとっても素敵なお店に行くんですが、ちょっとお時間があるので、それまでちょっとおしゃべりをしたいなと思ってるんですけど、その素敵なお店ってメゾンブティックっていうお店なんですね。はい、で、希少なエルメスのケリーとかバーキンが揃っているエルメスの専門店なの。そんなお店があるんですか？で、私も知らなかったんだけれども、そこにちょっとご招待いただいて、まだね、ちょっと約束の時間まで時間があるので、ちょっと2人でエルメス愛を語り、そこからこう準備して向かいたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。ではまず初めにちょっとお聞きしたいんですけど、えりこさんにとってエルメスってなんかどんな存在ですか？どんな存在だろう。でも自分のお給料で初めて買った一生使えるバッグというのがエルメスだったんですね。23歳の時ぐらいにこういう素敵なものがあるっていうことを知って、でその時たまたまパリにいて、はい、で私このバッグ持ちたいってお店に入った時に思って、でもちょうど持ちたいサイズがなかったのでオーダーができるんだっていうことを知って、お店でオーダーをして3ヶ月後に届いたのが黒のケリーバッグだったんですね。でケリーの割には大きい黒のボックススカーフを買ったのが初めてのエルメスです。で3ヶ月後にはもう東京に届いて、すごいと思ったのに、実はそのケリーはなかなか使えないまんま、多分そのケリーがデビューをしたのは27歳ぐらいになってから。それまではあれなんか私すごく欲しくって一生ものと思って買ったバッグなのに、なんかまだ使うタイミングじゃないって思って箱にしまったまんまずっと家の中にあったんです。でもその間にこのメゾンの魅力というのに惹かれて、もうパリに行くたんびに一つずつ買い集めるようになって、素敵ですね。今お持ちのバッグももちろん持ってきました。いいですか？もちろんもちろん、ちょっとごめんなさい、もうボロボロでね。この味のある感じがまたいいですよね。でしょ。でね、やっぱりこう使ってるとこう色が変わってきて、だからここも本当はもっと鮮やかなきっと茶だったのが今もう本当黒ずんでるし、こういうところも結構こうふにふにになって、でもそれがこう自分の手に馴染んでくる、なんか自分のなんか熱がここに伝わってるような感覚があって、それですごく革のバッグが好きになり、でその中でやっぱりエルメスと出会って、これは大切に使い続けていきたいなって思える出会いだったという。この子は何年ぐらい前に買われたんですか？この子は27年前です。茶のマットの黒子です。だから当然買った時って将来子供にあげるとかそんなことは全く考えてなくて、自分が長く使ってっておばあちゃんになった時にもかっこよく持てるものが欲しいと思っていたので、まさに出会いだったんですね。フランスだと結構マダムとかがみんなボロボロのバッグボロッボロでしょ。かっこいいですよね。もうケリーとかもボロボロで、代々受け継がれてきたのかな、代々受け継がれてきたのか、もう彼女がずっとその一つを大切に使ってたのか、でも本当にそのボロボロな感じがかっこよくって、自分が使うものだから自分があのボロボロな感じが好きだったら、もうそれでいいじゃないと思う、なんかあのかっこよさは素敵よね。素敵ですよね。すごい素敵。これもエルメスなんだけど、32年。手帳ですか？手帳。オーストリッチ？オーストリッチでね、もう多分作ってないんですって、オーストリッチで。というかもう今の時代手帳を買う人がいないから、本当にどんどん手帳も生産が少なくなってるって聞きました。店頭でもなかなか見かけないですもんね。そうでもね、もともとはほらもっと鮮やかなんでこういう色だったの。素敵な。それが使ってるうちにほらこんな風に変色してきて、もう今はこう手に馴染む、この私の手の中にぴ
ピタッと収まる手帳になっていて、修理しながら使っている。メンテナンスもできるんですね。でこれもここがね、はいはい。ほつれて物が落ちてきちゃったりとか、あとこういうところがもうほらボロボロになってきてるのも、一度持ってったらお店の方が「うわこんなに長く使ってくださって」って喜んでくださって、で丁寧に修理をしてくださいました。すごいですね。32年前のそう手帳がすごい美しいですね。だからもう革の感本当に自分が好きで好きでしょうがないので、もしかしたら他の方が見たらなんか古めかしい手帳だけど、もう私にとってはもうなくなったら泣くっていうぐらい大好きな手帳です。フランスで買われたんですか？これフランスで買って、でそれから必ずリフィルもエルメスのものを毎年買って、ちょっと割高なんだけれども、でもそれをずっと32年分キープしてる。手帳の中身を。手帳の中身を。なので本当にすごく素敵な出会いだったなって、こうやって長く使えるものと出会えて、で困った時には持ち込んで修理をしていただいたりとか、マキアージュっていうんだけどお化粧直しをしていただければ、また美しく使えるので、やっぱりそうやって長く使っていけるものとの出会いというのは、私にとっては本当にハッピーな出会いなんです。素敵ですね。でもまみちゃんも好きでしょ、エルメス。はいはいはい。今すごく欲しいものとか欲しいタイプとか。もう絶対手に入らないんですけど、ミニケリーっていうほとんど店頭にも並ばないようなちっちゃい、もう携帯も入らないぐらいの大きさの。それが欲しい。それ欲しいんです。じゃあこれから行くところにはい。あったりす結るのかな。構珍しいのでどうなんだろう。あったら真剣に検討したいですけどね。嘘本これからちょっといや楽しみです。向かいましょうか。行ってみましょう。はい。到着しました。オフィスビルの中にあるということで、なんか急に雰囲気が変わってすごいドキドキするんですが、これトントントンでいいのかな。じゃあ行っちゃいましょう。行きましょう。こんにちは。お約束していました中村です。コンシェルジュの安江です。よろしくお願いいたします。お待ちしておりました。すごい。うわ、何ここ。すごい。エルメスだらけです。エルメスだらけ。うちは VIP ルームの一室だけやらせてもらってて、はい。プライベート空間でもう一対一で対応させていただいているという形になります。すごくないですか？なんかきっと今ブティックでもこんな風に並んでないですよね。でも多分なかなかお取り扱いがないお品物、例えばもうブティックで製造しないものとかも今コレクションピースとしてお貸しいただいているので、そういったところでもお楽しみいただけるかなと思います。圧倒されますね。ちょっと圧倒されてる方、あとこういうバッグがあるんだっていう、なんか写真では見たことがあるけど実物はなかなか見ることがないし、あと持ってる方もそうそう見かけないので、よくこれだけのものがここにありますよね。飾ってるのはごく一部で、その他にもご紹介ありますし、ここに飾ってるお品物も大体1週間から2週間で全てもう総入れ替えして売るものになるので、流通量でいうともうどこよりも多いかなと思います。どういうことですか？ちょっと待ってください。つまり、もうここの存在を知っている方たちがいらして、でそういう方たちは、まずどうしたらいいんですか？まず、うちでご購入いただく際は、専用 LINE がございまして、そちらで私にリクエストいただければ、ここにない商品も含めていろいろご提案させていただいて、でその中で気になったものを実際ここに見に来る、でここでご購入いただくっていうような形になってます。今ってバッグがお店に行ってももう展示用にいくつか並んでいるだけで、実際に購入は難しいし、あとはごめんなさいシステムはわからないですけど、なんか予約を入れなきゃいけないとか、パッと行って見て触りたいっていうことがもうできないじゃないですか。なので、まず物がこんなにあるのもびっくりだし、欲しいと思うものを探してこられるということもびっくりですし、
どこからそれが来るのかとか、一番ご質問いただくポイントなんですけど、うちはその国内外もう海外の含めてもうめちゃくちゃ幅広い提携先だったり販路を持ってるので、いろんなところから弊社に案内が来るんですよ。例えば海外の販売店様からこういうお品物どうですかとか、海外のお客様からこういうの売りたいとか来てて、その中からうちが全部買わしていただいて、直接弊社のお客様にご売却する場合と、あと国内の店舗様に弊社が卸すっていうのもやってるんで、世界と日本のものをつなぐハブみたいな役割を今しているという状況です。なので国内の中ではバーキンとかケリーの情報を一番持っている会社っていうふうに思っていただければなと。すごい。それすぎて言葉が出ない。言葉でね。ちょっといいですか、見ても。ぜひ。すごいですね。黒子とか。こちら結構かなり珍しいモデルで。ですよね。そうなんです。これ藍染めトメコンっていうカラーになってて。何ですか？藍染めトメコン。沖縄の藍染め。藍染め。実にインスピレーションを受けて作られた藍染めトメコンっていうカラーになるんですよ。そんなものがあるんですね。コレクションピースなので、この年代にしか出てないお品物になります。それは何年だったんですか？2020年。持ってみてもいいですか？もちろん。はい。かっこいい。お似合いです。かっこいい、かっこいい。いい色ですね。実は個人的に一番気になってるのはあちらなんですけど。こちらのバーキンロック。ロック。25サイズ。25なんだ。可愛いですよ。かっこいいですよ。これは黒、紺。これは黒になります。黒になるんですね。もうこのロックシリーズはこちらの一色のみの。そうなんですね。革のライラスジャケットをイメージ作られた。そういうことですか。はい。可愛いよね。この大きさすごくいいけど。これも一応あります。これはだからオータクロワサイズ。オータクロワの40の方のサイズになります。私これは一度だけ男性が持ってるのをパリの街中で見かけて、もうすごく背の高い男性の方だったから本当に素敵で、これはかっこいいなと。でもオータクロワって私昔持ってたんですけど、重くって売却しちゃったんですよ。そうですよね。って言ったら子供たちから殴られそうになりました。やっぱ重さはね、もうこの時点で結構。普通のオータクロワよりもちょっと革のそうですよね。重たくなってるので。いやでもかっこいい。私ミニケリーがずっと欲しい。この大きさ？この大きさ、はい。でも本当にでも素敵。かっこいいよね、こうやってドレスの時とか。まみちゃんどうですか？欲しいですよ。だってね、これポシェットにして、そう。ミニケリーも本当に製造は少ないってお伺いします。でも私やっぱ個人的に買うならもうこれぐらい行きたいな。あ、やっぱり、すごい。持っていただくと、わあかっこいい。でもエルメスはずっと受け継いでいけますもんね。まみちゃん私よりじゃなく、本当に今まみちゃんが言ってたみたいに、買ったものはすべて引き継いでいける。やっぱり物がいいものなので大切に使っていけば、多分子どもたちが使ってまた使ってっていうことが可能なブランドなので、はい。エルメスのブティック時代でもメンテナンスもできますし、形も変わらないのでタイムレスにお使いいただけるかなと。例えばこちらで購入した場合というのは、そういうメンテナンスとか、やっぱお修理とか必要じゃないですか。そういうのはどうなるんですか？もちろん受け付けてます、エルメス側は。基本的に購入履歴と時計みたいに紐ついてないので、一応もうここでご購入いただいたお品物もそのままメンテナンスお店に出せるんですね。お店に出せます。わかります。それは安心ですよね。はい。こちらは基本的に今ここにあるものは全部新しいものですよね。そうですね。基本新品が多いんですけど、例えばこれとかは中古のお品物。すごい。ちょっとこれいいですか？うちで取り扱いしている中古の基準すごい高くて、本当に新品と遜色ないようなお品物ばっかり。綺麗ですね。綺麗ですね。じゃあ今まででその一番うわーってハードル高い、うわ見つけられるかなと思ったものってありますか？一つもうどうしてもなかなか難しいものがあって、こちらのフォーブと呼ばれるエルメスの今バーキンの中でも最高峰のコレクションピースと言われてる。最高峰ってなってるんですね。多分日本でもほとんどないと思うんですけど、今ちょうど2個揃ってるので、ちょっとぜひ見ていただければ。いや
世界中どこを探してもなんか見つからなくて、写真で見たことがあるっていうレベルであ、す。本当ですか。大丈夫ですか、もちろん触っても。はいうわー。うわすごいですオレンジがそう、オレンジうんが二人で効いてますね。こうやって見ると、はいこの一つ一つのディテールがすっごいのね。だからわかります。そのもう職人さんたちがどれだけ時間をかけて、でこちらがフォーブルって呼ばれるモデルなんですけど、はエルメスの本店、はいフォーブル町のところをイメージして作られて、はいいろいろカラー展開があって、えこちらは雨の日をイメージして作られたレイニーデイズっていうモデルになります。でこちらが夜をイメージして作られたナイトっていうモデルですね。おお、そうなんですね。なので他で言うと夕焼けをイメージして作られたモデルだったりとか、はい初雪だったり、大体え6種類ぐらい展開があるっていう面白い。ロマンチックですね。うんすごい素敵。でも本当に持っている方はまだお会いしたことサイズはこのサイズだけなんこの20サイズのみなんなんで。ですすね。あとちょっと珍しいやつ。やっぱりもうこれはオークションとかの雑誌にもいつも出てきあます。本当ですかはい。わあ、かっこいい。金具が黒金具が黒はかっこいいです。いつから金具が黒っていうのは出てきたんですか。ケリーとバーキンのはい黒のモデル、ソーブラックっていうんですけど、はいそれはもう2011年のみあ、そうなんですか。なんで本当にもう全部黒のバーキンとかケリーを探されてる方すごい多くて、うん、弊社でも探すの難しいです。これめちゃくちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいですよね。箱とかも全部黒なんですよ。それ見てみたい。かっこいい。あ、本当だ。中も黒で。うわー、かっこいいかも。これはちょっとテンション上がりますね。そうするとところで。これはもうすごいお値段。やめて、やめて、ちょっと待って、ちょっと。これ、日本でもう一店舗店舗さん持たれてるところがあるんですけど、そちらがまあご案内してて、うちではこちらすごくお得な気が。そうなんですね。このブラックの金具も本当に一度だけ見かけたことがあって、でももし今度自分が買うことが可能な日がある時来たら、ブラックいいなって実は思ってたぐらいだったので、このクールな感じがいいですね。白シャツとかに合いそうで。白シャツとかね、もう絶対手に入らないからいっぱい取っといてくれ記念に。いつなくなってしまうか。ということですよね。もう作られないものだから。今いろいろ見せていただいて、これは私たちが購入できるんですけど、逆に自分が持っているものを持ってくることも可能なんですか。例えばこちらで引き取っていただくというか。もちろんございます。弊社が先ほどもお伝えさせていただいたんですけど、国内外すごい提携先だったり販路を持ってるので、うちだけの相場じゃなくて、海外の相場だったりとか、本当に世界基準での買い取りの価格をお出ししています。でもやっぱりかなり状態がいいものでないともちろん受け付けていただけないとか。基本何でも。そうなんですか。基本的に弊社で提携している工房もあるので、本当にもうこれは生き返らないかもなみたいなバッグでもちゃんとそういうところでメンテナンスして海外に卸したりもするので、そこはもう何でもご安心いただければなと思います。買い取りに関しては、この VIP ルームで完全予約制で行っているので、本当にプライベートな空間がゆえに買い取りバレたくないとか、本当にそういうプライベートなことだと思うので、そこはご安心していただければなと思います。なので結構著名人の方とかにもすごいご利用いただいて、プロサッカー選手とか、いろいろそういう方にももうお忍びで来ていただいてっていうような形になっています。そうですよね。やっぱりなんとなく別に悪いことをしてるわけじゃないけど、やっぱりね、壊れたちゃんと静かな空間できちんと接していただけると安心するし、質問したいこととか不安なこととかもね、好きに話せるので、周りを気にせず、それはすごく大事だと思います。こちらでね、先ほどおっしゃってたみたいに他の方が使われたものもほら扱ってらしたりしたんですけども、逆に言うと
変な言い方、うん本物というか、うんうんうんいろんなもう今すごく技術が高くなって、そうですねいろんなものが出てきてるじゃないですか、はいそういうことというのは本当に安心してはいこちらで見ていただけるんですか？その一番そこは弊社が気にしてるポイントで、もうエルメス専門のはい査定士の方が2、3名いらっしゃるので、あ、そうダなんだブルチェック、トリプルチェックして安心いただけるような品物だけをはいご紹介するっていったところと、はいどうしても人が見るものなので、うんもう万が一があると思うんです、はいその万が一のために、はい仮にうちが販売した商品が、はい規格外商品だったら、はい全額返金にはいてご対応するってしています、全くだからそこは安心できるるということですよね。いやでも本当に多分ブティックにないもの、それから他のお店のこととかわからないですけど、きっとこれだけのすごく革の質のいいものとかがあるのは珍しいというか、もう本当にフラッと遊びに来ていただくだけでも全然大丈夫なので、もうお友達と2人で、はい、今日は何があるのかなみたいな形で来ていただく方も本当に多いです。本当ですか？じゃあもうそれは全て LINE 登録をして、で LINE でちょっと何があるか見せてくださいって、こう本当にブティックに立ち寄る感じでそうですフラッと来る。全然見ていただいて、例えばですけど、じゃあこれがめちゃめちゃ欲しいってなって、はい、これの白が欲しいんだよね、うんうんうん、でその場でお話しして、じゃあちょっと探しておきますね、はい、で探したらまた LINE でこういうの見つかったんですけどどうですか、はいみたいなお話とかもさせていただいてます。すごいボーって感じで私の前に並んでるだけではい、総額いくらぐらいですか？ざっと2億はあると思います。だってこの2つですでに1億1は億すごいことになってます。この写真一生の記念うわー、もし買わなかったらごめんなさいなんですけど、ずっと探してて、それお店にも実は行って何度もお店の方も探してくれたんですけどなかったんですよ、パリでも。男性の友人が旅行用のキャンバス地でほら革がかかってるのあるじゃないですか。あれのそこのキャンバス地がちょっとカーキみたいなのを持ってたんです。はい。あれ夫が珍しく欲しいってずっと言って2人で何度もお店、それはさすがに行ったんですけど、そういうリクエストがあったはい、絶対探してきます。だから、はい、これはもし見つかったら、数十回分のバースデープレゼントやおじいちゃんになる頃までのバースデープレゼントとか直近3ヶ月とかでお見かけしたことはあるので、はい、また情報あればよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。多分今私大興奮していろいろご紹介してきたんですが、皆様も興味があると思うんですね。公式 LINE にまず登録をしていただくと、例えば今すぐもうこういうものが欲しいという方はもちろんそういう情報をやり取りができるし、そうじゃないけれどもなんかこういろんなバッグを見てみたいという方も常時いろんな情報が流れてくるんですって。だから写真を見るだけでも楽しいので、ぜひ公式 LINE に登録をしていただきたいと思います。概要とかコメント欄のリンクからそちらの登録ができるので、ぜひご興味がある方はどうぞ、ということで楽しかったね。すごかったです。正直こう見るだけでも本当に楽しかったです。こんな素敵なものがあるんだという発見にもなりました。まみちゃんぜひエルメス好きの方にはね、ぜひ一度見てほしいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。